こんにちは、ノマの松永です。ノマは日本で実写映画の、実写 VR の映画をですね、撮影しております。で本日、カンダオという、中国の、VR カメラのメーカーのオブシディアン S という機種を、入手しまして、で本日はこの設定方法を説明しようと思っております。設定はまず物理構成ですね、カメラがどういった、ケーブルにどういった形でつながっているのかというところが1つ目と、あと、スマートフォンのアプリで Obsidian S を操作できるので、それでどうやって設定するのか撮影するのかという2本立てで、説明していきたいなと思います。じゃあまず物理構成なんですけれども、もちろん、カメラはスタンドに乗ってないといけないです。注意点は大きく3つぐらいですかね。1つは、被写体から1.5メートルぐらい離れないといけないということ。近すぎると視座が取れなくてスティッチングが難しくて映像が、作れませんと。1.5メートル離すということが1つ目。2つ目が水平であるということをですね。カンダオの、オプシディアのパックに、こういったその水平かどうか測るというものがあるので、乗せて水平かどうか。水平じゃないとその映像を見てる人がちょっとずれてる形になるので、違和感を感じるということなので、水平であるということが2つ目。そして3つ目は、もちろん、その人通りがあまりないところに置くだとか、安定しているところに置くだとか、環境に、ちょっと留意を置きましょうと。3つ、1.5メートル水平、そして環境。じゃあ次に、カメラ何につながってるかというと、ちょっと見づらいですけど、この裏に、LAN ケーブルなんですけど、これ特殊な LAN ケーブルで PoE パワーオーバーイーサーネットケーブルというものがつながっております。で見ていただくと、もうこれ1本だけしかつながってないんですね。 PoE というのはこの LAN ケーブルで電源を供給しているので1本で撮影できると。これオプシディアンの強みですね。他のメーカーだったら例えばマイクロ SD カード1枚1枚にワイヤーを通さないといけないんですけれども、オプシディアン S はこの LAN ケーブル1本でいけると。じゃあカメラに LAN ケーブル PoE ケーブルがつながってて、次に、ここに、電源供給するものなんですけれども、ここに刺さっておりますこの PoE スラッシュデータってところに、この PoE LAN ケーブルがつながってます。ここで電源とデータが飛ぶと。で2つ目がこの緑の線ですね。これデータインってことなんですけれども、これ何につながってるかというと、これ、エレコムの、Wi-Fi 呼気みたいなもんですね。型番ここ WRH583RD2。これで、Wi-Fi を飛ばしてスマートフォンでこの Wi-Fi を受け取ると、スマートフォンがこの子につながるというところですね。これが、大きく物理構成、単純LAN ケーブル LAN ケーブル以上ですね。じゃあ次は、アプリ上での設定の方法に入りたいと思います。はい、でこっちが、オプシディアのアプリの方ですね。でこのアプリでは接続すると、レンズの設定だとか、撮影開始だとかそういったことができますと。で Wi-Fi で接続すると Bluetooth で接続するという2つのオプションがあって、大きな違いとしては Bluetooth の方だったら、リアルタイムでの撮影プレビューが見れないというところですね。で一つ注意点として Bluetooth で接続する場合はピン番号を入力しないといけないんですけど、ピン番号は Obsidian の本体の裏に、書いております。Enter the pin number which というところですね。で、6桁の番号なのでそれを入力すると Bluetooth で接続できますと。そういう一つ注意点ですと。今回は、Wi-Fi の方で接続します。これはさっきご紹介したエレコムの、呼気経由で Wi-Fi で接続してますと。で同じネットワークに Obsidian がつながっているので、ネットワークで見つかりましたと。これですね。でこれをクリックするとまずこの画面が出ますと。これ一個一個の、レンズの、プレビューですね。でここでまずできることは、例えば一つのレンズをクリックすると今の ISO 設定だったりシャッターアングルだとか、変えられますと。で変えるためにはこの上のシンクというボタンがあって、でそうするとこの下の部分で ISO をこうやって
変えたり、シャッターアングルをこうやって変えたりだとか、あとはこっちの右の方のシンクボタンを押すと、色温度とかも変えられますと。でこの画面を閉じるには、ここを押すと。でシンクすると、した設定が他のカメラにも適用されるという話ですね。で次に、じゃあ撮影をどうするのかというと、この下の部分でこれはビデオを選べたり、フォトを選べたり、で一番左にタイムラプスがありますと。でさっき ISO の設定とかしましたけど、プリセットで保存するということができます。例えば野外撮影だとか屋内撮影だとか、プリセットを保存することができますと。でこの右下にまた設定のボタンがあって、ここでは、プロファイルログなのかフラットだとか、あと動画のサイズだったりフレームレート変えられたりだとか、ビットレート60と 100Mbps、 コデック H の264か265、あとはタイムラプスのインターバルですね。60秒に1枚なのか4秒ごとに1枚なのか、あとはカメラの本体の時間を携帯と同期させることができます。買った時になんか1970年とかなってたんですけど、この右上のシンクってボタンを押すと携帯の時間がオブシディアンに同期されますと。大体主要な機能はここら辺です。じゃあ今回の、設定方法の動画は以上でした。ありがとうございます。